Zombie Apocalypse. ご視聴ありがとうございます。コアサバの攻略解説をしているまゆかです。今回の動画は同盟走破戦の攻略です。この動画を見ると、同盟走破戦での勝率を上げる方法がわかります。作戦や部隊編成のコツについても解説しますので、ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルでは、効率よく強くなるための攻略、解説動画を投稿しています。他の人と差をつけたいという方は、見逃さないようにチャンネル登録をお願いします。それでは本編へどうぞ。今回の目次です。はじめに、同盟走破戦について、勝率を上げる要素、ルートの振り分け、選択、部隊編成、注意点の順で解説していきます。同盟走破戦で、ランキング上位を取れずに悩んでいる、または、全く勝てないという方や、1戦目は勝てても、2戦目は高確率で負けてしまうという方はいませんか？もし、そのような悩みがある方は、この動画のポイントを押さえることで、解決するはずです。しっかりポイントを押さえて、同盟の勝利に貢献しましょう。まずは、同盟走破戦の戦闘システムについて、重要な部分のみ抜粋して説明します。エントリー期間中に編成した部隊で、自動戦闘を行います。1人につき最大2回まで戦闘ができます。1人目の相手に勝利した場合、続けて2人目と戦闘を行います。1回目の戦闘で負傷した兵力は回復しません。戦闘中に有効な英雄スキルは、遠征スキルのみです。次に勝利条件についてです。多くの旗を取った同盟の勝利となり、3ポイントを獲得します。獲得した旗の数が同数の場合は、引き分けとなり、双方が1ポイントを獲得します。同盟ランキングは、ポイント、旗、撃破数が多い順で決まります。旗はルートの勝利側が獲得できます。ポイントは同盟が勝利、または引き分けで獲得できます。撃破数は敵を倒すとカウントされます。以上が同盟走破戦についての概要です。同盟走破戦において、勝率を上げる要素は大きく2つあります。1つ目は、ルートの振り分けと選択です。エントリーした部隊をどのルートに配置するか、部隊戦力、相手同盟の作戦や傾向を読み取り、配置を行うことが同盟の勝利につながります。そして、部隊編成は最重要です。同盟走破戦は自動戦闘であるため、プレイスキルは関係ありません。エントリーした部隊編成次第で、個人の勝敗が決まり、結果として同盟の勝敗を左右します。次に、この2つのポイントについて、具体的に何を意識すればよいのか深掘りしていきます。ルートの振り分け、選択については、R4 以上の方のみが対象です。明確な作戦で、相手に応じて振り分けを行いましょう。走破戦における振り分けの作戦は主に4パターンあります。バランス型、1ルート突破型、2ルート集中型、2ルート全力型の4つです。ここではわかりやすいよう、同盟の合計戦力を90として説明します。バランス型は、3ルートに戦力を均等に振り分ける作戦です。バランス型は、1ルート突破型に対して相性が良いです。1ルート突破型は、1ルートに戦力を集中させて、残り戦力で、2ルートを均等に振り分ける作戦です。2ルート集中型に対して相性が良いです。2ルート集中型は、2ルートに戦力を集中させて、残り戦力を1ルートに振り分ける作戦です。バランス型に対して相性が良いです。また、運要素が絡みますが、ルートの選択によっては、
1ルート突破型にも勝利することができます。ここまでの説明では、2ルート集中型が勝率としては、一番高い作戦になります。相性については、あくまでも同盟の合計戦力が同程度であると仮定した場合です。しかし、実際には戦力が同程度であることは多くありません。そこで重宝するのが最後の作戦です。最後は2ルート全力型です。1ルートを放棄し、2ルートのみに振り分ける作戦です。この作戦は、1ルートの負けが確定しますが、格上同盟が相手でも、勝率を大きく上げることができます。また、相手同盟に、撃破数を稼がせないようにできる点もポイントです。相手同盟が、他3つの作戦を採用している場合は最も有効です。以上が振り分けによる作戦になります。次に、振り分けを踏まえてルートを選択します。特に、バランス型以外の作戦では、相手の振り分けと選択するルートを分析して、戦力のバランスで有利になるように、ルートを決定することが重要になります。分析の材料としては、戦闘のプレイバックを確認すると良いでしょう。走破線メニューのランキング、試合の流れ、過去のターンのプレイバックを順にタップして、次の対戦相手の振り分けとルート選択の傾向を把握しましょう。戦況を確認することで、詳細に分析を行うことができます。もちろん、相手はターンごとに作戦を変更してくる場合があります。作戦を変更するかしないか、それに対して対策すべきかどうかは心理戦です。ルートの振り分けについては、明確な作戦で行うことが重要です。そして、ルートの選択は心理戦です。運要素もあります。ただし、プレイバックから相手の傾向などをつかむことも可能であり、勝率を上げる要素であるため、分析をする意識を持つことは大切です。続いては英雄の選択です。英雄については、バフ統計が高い3人を編成するのがおすすめです。バフ統計の確認方法として、全英雄の英雄装備を外した状態で、部隊編成を行うと、最初に自動で選択される3人が、バフ統計が高い英雄たちです。エントリーを行う際は、忘れずに英雄装備をつけてエントリーをしましょう。走破線は他のイベントと違い、攻撃、防衛という概念を意識する必要はありません。専用スキルも発動しません。純粋な英雄のステータスや、専用装備のステータスの能力値、遠征スキルの強さで編成を決定すると良いでしょう。そして、部隊編成において、兵士割合は大きなポイントです。兵士割合については、他のイベントと同様に、盾、弓、槍の順で優先的に編成しましょう。おすすめは、盾6、槍1、弓3です。デフォルトの割合では、3兵種が均等になっています。割合を変更すると、デフォルトの時と比較して、部隊戦力が下がります。しかし、この数字にとらわれる必要はありません。部隊戦力が高い、イコール、強いではないからです。どういうことなのか解説していきます。走破戦においては、2連勝することが最高の成績です。2連勝するためには、部隊の継戦能力を高める必要があります。これは走破戦のルール上、1戦目を終えた後に、兵士の補充などはできないためです。1戦目で、生存数をいかに多く残せるかが、2戦目の勝率を上げる上で大きなポイントになります。他のイベントにおいても同様ですが、兵士は盾兵から負傷します。デフォルトの割合の場合、1戦目を終えた時点で、盾兵の兵士数、及び割合が大きく低下し、この時点で強い兵士割合のバランスが崩れます。
そのため、2戦目では盾兵が即全滅し、結果的に敗北するケースが多いです。あらかじめ盾兵を多く編成しておくことで、1戦目で盾兵が負傷しても、十分な盾兵を生存させたまま、2戦目に挑むことが可能となり、結果的に勝率を高めることができます。最適な割合は、個人のバフによって異なりますが、盾兵、弓兵、槍兵の順で、優先的に編成することを意識しましょう。ここまで、勝率を上げる要素について解説してきましたが、一番は各個人のバフの強さに依存します。バフが強いメンバーが多い同盟は強い。これは揺るがぬ事実です。エントリーを行う際は注意してください。走破戦では、部隊編成をエントリーした時点でのバフが適用されます。エントリー後にバフを強化しても、自動で反映はされません。強化後のバフを反映させたい場合は、再エントリーを行う必要があります。また、走破戦では各種バフアイテムと、ペットスキルが全て有効です。エントリーの注意点でもあった通り、これらの効果もエントリー時に有効にする必要があります。効果が切れた状態で再エントリーをしてしまうと、バフ効果がない状態で上書きされてしまうため、注意してください。この動画のまとめです。ルートの振り分けは明確な作戦で行いましょう。そして、ルートの選択は相手の傾向を分析して決めましょう。英雄は、バフ統計が高い3人を編成すると良いです。兵士割合は、盾兵、弓兵、槍兵の順で多く編成することが重要です。部隊編成をエントリーするタイミングには注意しましょう。これらのポイントを押さえることで、同盟走破戦での勝率が高まっていくはずです。参考になれば嬉しいです。今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。この動画を少しでも良いと思った方は、高評価とチャンネル登録をお願いします。質問や相談、リクエストもお待ちしてます。また次回の動画でお会いしましょう。